このままじゃ、うちも倒産だわ。会議室に響き渡る若い社長の悲痛な叫び。ここは、とある大企業の傘下にある小さな子会社。もともと経営はギリギリの綱渡りだったところへ、親会社の基幹システム障害が追い打ちをかけた。倉庫に眠った在庫の行き先が消え、取引先への連絡もままならない。売り上げが一気に落ち込み、融資の見直しまで迫られている。やっぱり本社のシステムが完全に止まってるみたいで、データが取れないんです。取引先との契約だって破棄されそうだし、先週の件も支払いが滞って。社員たちは次々と追い詰められた表情を見せる。俺も危機感を抱かずにはいられない。だけど、ただ嘆いていても事態は好転しない。だからこそ俺は決心した。立ち上がり、全員の視線を背中に受けながら宣言する。俺が本社に行ってきます。しんと静まる会議室。誰もが信じられないといった顔でこちらを見つめている。大丈夫なんですか？君一人が行ったところで。同僚が心配そうに問いかける。彼がそういうのも無理はない。俺は本社から役立たずという汚名を着せられ、左遷させられここにいるのだから。だが、その声に、俺はあえて落ち着いた口調で答えた。心配ない。なぜなら俺は、そこまで行ったところで場の空気が一気に緊張するのがわかる。何かが動き出す予感にみんなの息が止まったようだ。俺が親会社に乗り込み、止まったシステムを何とかすることなど、本当にできるのか。そもそも、左遷された身でありながら、再び本社に関わるなんて許されるのか。それでも、ここで動かなければ、この会社は潰れてしまう。ならば、やるしかない。すぐに戻るさ、待っててくれ。そう言い残し、俺は会議室を出ていく。そして、この俺の行動が、後に会社を巻き込み、俺の人生を大きく変えることになるとは、この時は知る由もなかった。俺の名前は真壁蒼太。アリス川グループ本社のシステム部門でエンジニアをやっていた。いや、やっていたって過去形にするには、まだ俺の席はそこにある。だけど、ほとんど形だけというか、明日にはここを出ていかなくちゃならないらしい。昼夜を問わず、システムの最適化に没頭していた頃が懐かしく思える。コーヒーを片手に、サーバールームでずっとログを眺め続けた日もあるし、コードを書いては消し、トラブル対応に追われてた時期もあった。それでも達成感があったんだ。子供の頃から夢中になれるものなんてそうそう見つかるわけじゃない。俺にとってプログラムは数少ない逃げ場であり、誇りでもあったんだ。それに俺にはこの会社で頑張る理由があった。正直言うと、俺はあまり恵まれた育ちじゃない。実家は小さい商店を営んでいたけれど、家族みんなが苦労していたし、学校の学費も苦しかった。でも、不思議な縁で、アリス川グループの社長息子、アリス川亮と出会って、そいつが俺の人生を変えた。あれは中学の頃だったか、近所の公園で一人でノートパソコンを触っている俺に、スーツ姿の執事を伴って亮が現れた。ああいう漫画に出てきそうな金持ちスタイルをしてる同年代の子を、俺は生まれて初めて見た。最初は場違いすぎて、俺は逃げ出そうとした。でも亮は、あれ、面白そうだな。って、俺が作った簡単なゲームプログラムを興味津々で覗き込んできた。あの時は、綺麗な服に高そうな靴を履いた亮を見て、なんだこの雰囲気。って戸惑いはしたけど、プログラムの画面を見て目を輝かせる彼の姿が純粋で、そこで意気投合した俺たちは意外にも話が合い、将来は一緒にすごいものを作ろうなんて少年らしい夢を語った。二人で起業して IT 業界に革命を起こすんだとか、まだ子供ながらに語り合ったその日はなんだか俺の中で特別な光になった。あれから高校生になってもたまに連絡を取り合った。亮は普通の進学校に通っていたが、俺はバイトをしながら通信制の高校をどうにか卒業する。決して同じペースとはいかなかったけど、それでも亮は、お前なら絶対うちの会社でやっていけるぞって笑ってくれていた。それが実際に実現したのは、俺が20歳を少し超えた頃だ。アリス川グループへと新卒採用の枠に応募してみたところ、俺はきっちり面接と筆記を経て合格した。もちろん、社長息子の友達って、色眼鏡で見られたことは確かだ。でも、俺はやましいことは何もないし、試験の結果も実力で勝ち取ったつもりだったから、胸を張って入社した。最初の頃は、
周囲からの目線が厳しかった。どうせコネだろう。あいつはりょうさんと仲いいから優遇されてるんじゃないのかって陰で言われてるのを知っていた。だけど俺は笑って耐えた。ここで結果を出せばいいだけの話だと自分に言い聞かせながら。幸いプログラムの領域では俺は常に最前線でいる自信があった。新製品向けのテストプログラムを任された時も納期のギリギリまで粘って精度を追求し、大きなトラブルを未然に防いだ実績を積み重ねていった。若手でものびのび挑戦させてくれる社風だったのも助かった。そして俺が成果を出せば出すほど同じ部署の先輩も手を差し伸べてくれるようになり、実力のあるやつだと評価してくれる人も増えた。俺はこの場所でなら亮と一緒に夢を追いかけられるかもしれない。そんな期待を抱いていたんだ。しかしそれから数年後、肝心の亮との間に距離ができていた。顔を合わせれば言葉は交わすけど、以前のような親密さは感じられなくなっていた。彼は彼で次期社長候補としてのプレッシャーを背負っていたのかもしれない。俺の知らないところで重責を背負わされていたのだろう。ある時なんて俺が大きなプロジェクトで成功を収めた後、亮は祝福の言葉どころか軽い皮肉交じりにさすがだなって言ったきりだった。その言葉に嬉しさは感じられなくて、どこか冷ややかな視線だけが残った。それでも俺は入社して数年が経つうちにシステム開発部門の中核として仕事をこなしていた。自分の技術を最大限に発揮できる場所を与えられている幸せは感じていたし、何よりも夢中になれるプログラムを書いて成果を出していくことが俺にとっての生きがいだった。もう寮に認めてもらえなくてもいいとまで思った。俺はただ与えられた仕事に全力で向き合っていただけだ。ところがそんな安定はあっけなく壊される。ある朝、俺は上司から急ですまないが子会社への移動が決まったと告げられたのだ。それもほとんど通告に近い形で。俺は呆然とした。子会社といってもアリス川グループの傘下には大小様々な企業がある。だがそれらは基本的に業績不振や経営手こ入れが必要なところばかりで、グループ本社から人材を送り込んで立て直すのが慣例だと聞く。まさか俺が行くことになるなんて夢にも思ってなかった。成績が悪いわけじゃない。むしろ表彰も受けたし、他の部門と組んで進めていたプロジェクトだって大成功したはずだ。上司に理由を聞くと曖昧にお前ならテこ入れ先でも貢献できる。期待してるぞ。と言われた。ただ、その言葉の裏に何か含みを感じたのは確かだ。こっちが詳しく突っ込もうとすると、上司はそそくさと話を終わらせてしまう。翌日の夕方、最後に自席で荷物をまとめていると、不意に背後から亮の声が聞こえた。やあ、そうた、どう？荷造りは順調か？声に振り向くと、そこにはどこか他人行儀な笑みを浮かべた亮の姿があった。以前は明るい笑顔が印象的だったはずなのに、今の彼からはその面影はみじんも感じられない。まるで俺の存在を値踏みするかのような冷え切った視線が向けられている。まあ、急な話だったからな。プロジェクトだってまだ途中だし、俺何か大きなミスでもやらかしたのか？自重気味に言葉を返しながらも内心は不安でいっぱいだ。こんな形で異動を言い渡されるなんてどう考えても普通じゃない。けれど亮はそんな俺の様子をまるで楽しむかのようににやりと笑った。ミス？さあな。ただお前、ちょっと暴走気味だったろ。新技術を試すだの、余計なコストをかけるだの。俺は会社の利益を最優先に考えてるんでね。だから、お前には一旦向こうで頭を冷やしてきてもらおうってわけさ。亮が淡々と並べ立てる理由を聞いて、俺は思わず声を荒げそうになる。けれど、ぐっとこらえ、できるだけ冷静に反論した。だけど、今の時代に新しい技術を試さなかったら、どんどん競合他社に遅れを取る。現状維持ばかりに固執していては、会社の未来はないと思うんだが。すると、亮は呆れたように肩をすくめて鼻で笑う。まあまあ、そう熱くなるなよ。そういう理想論を語ってる暇があったら、まずは周りに合わせることを覚えたらどうだ。お前が思うほど簡単な話じゃないんだよ、現実は。わざとらしくなだめるような声色とは裏腹に、亮の目には明らかに軽蔑の色が浮かんでいる。俺がこれ以上言い返せないでいると、彼はさらにあざけるように口角を引き上げた。まあ、せいぜい向こうで頑張ってくれ。なんだかんだ言っても、
お前には技術力だけはあるんだしな。それで思い出したけど、一緒に会社を大きくしようだの。昔お前がやたらと語ってた夢みたいなものがあっただろ？まだそんな寝言みたいな話、引きずってるのか？あまりに突き放した言い方に、胸の奥がチクリと痛む。だが、それでも言わずにはいられなかった。忘れたわけじゃない。お前と語ったことを俺はずっと信じていた。だってあの時は、お前も同じ気持ちでいたはずじゃないのかよ。思い切って口にした途端、亮はケラケラと笑い出し、心底呆れたように首を振る。はは、お前いつまでそんな子供じみたこと言ってんの？悪いけど、はっきり言ってやるよ。今回の左遷を指示したのは俺だ。お前、うちの会社にはいらないんだよ。成果を出してるって？お前が思ってるほど大したもんじゃないってのがこっちの評価なんだよ。言葉を投げつける亮の瞳には、かつての友人としての温かさはみじんもない。むしろ、昔の約束を覚えている俺を、まるで時代遅れのバカを見るような目で見下している。じゃあな、向こうで冷やしてこい。最後にそう吐き捨てると、亮は振り返りもせずにきびすを返して去っていく。俺は悔しさで胸がぎゅっと締め付けられた。しかし、怒りと悲しみが混じったこの感情を今はぶつけるあてもない。だからこそ、俺は唇を噛み締めながら段ボールを抱え、決意を新たにする。いいさ、思う存分やってやる。どんな逆境でも必ず結果を見せてみせるからな。正直、グループ本社から見れば、感触のような扱いで送られたはずなのに、俺は逆にこの新たな環境に闘志を燃やしていた。どんな逆境でもやるべきことをやって結果を出してやる。そう誓いながら、俺は桜テックのオフィスの扉を開く。ようこそ、桜テックへ。俺を出迎えたのは、篠原瑞希。まだ若い女性社長だった。前任である彼女の父親が体調を崩して、急遽交代となったらしく、彼女が社長に就任してからまだ日も浅いという。初対面の印象は、端正な顔立ちや凛とした態度も相まって、どこか近寄りがたい雰囲気があった。もっとも、その瞳の奥には、少し疲れや焦りの色が見えていたが、うちは今、あまりいい状態とは言えないわ。取引先からの信用も揺らぎかけているし、社内の管理システムもボロボロで、正直、あなたを迎え入れる余裕すらないのが実情よ。実際、桜テックは危機的状況にあった。中でも致命的だったのが、在庫、受注管理の混乱だ。製品や部品の在庫数をバラバラのシステムでチェックしているせいで、誤発注やダブルブッキングが頻発しているらしい。もともと少ない利益が、さらに無駄なコストに削られていた。手書きの伝票や旧式の表計算ソフトでやりくりしてるんです。データが散逸していて、私もどこから手をつけたらいいのか。そう言って、ため息をつく水木を前に、俺はかねてから作り込んでいた一元管理システムの存在を打ち明けた。独自の暗号化技術を組み込んであり、業務規模に応じて機能を追加できる拡張性が売りだ。試験導入させてもらえますか？まずは在庫と受注だけでも一本化してデータの整合性を取ってみましょう。そんなに短期間でできるものなの？やってみないとわからないですけど、今よりはずっとマシになりますよ。最初の設定と社員の方々の協力が必要ですけどね。水木はしばし考え込んだ後、意を決したようにうなずいた。わかった。私も現場の社員たちに声をかけて、できる限り協力してもらうようにするわ。しかし、準備は想像以上に大変だった。各部署が独自に作り上げてきた管理表をかき集めるところから始まり、入力ミスや重複の洗い出し作業は膨大だ。システムを導入する前に、まずはデータの準備を整えないことにはどうにもならない。こんなの使いこなせるのかよ。今までのやり方の方が慣れてるし、楽なんだけどな。新人や中堅社員だけでなく、ベテラン社員からも、そんな不安混じりの声があちこちで上がる。当然、不満を表に出す者も少なくなかった。社長が変わった途端に急にこんなシステムを入れようとか言われてもな。水木社長だっけ？若いからってやることが軽すぎないか？女性の社長ってだけで大丈夫かって思ってたけど、本当にうまく回るのか不安だよな。そうした声を耳にするたび、水木は悔しそうに唇を噛んでいた。けれど、表立って反論しようにも、彼女はまだ社長になって間もない。下手に感情的になっては逆効果だと分かっているのだろう。周囲の視線を気にしながら、なんとかこらえている様子だった。俺はその様子を見かねて、一度手を止める。皆さん、
確かに今までのやり方を変えるのは大変だと思います。でも、このシステムが軌道に乗れば、はるかに効率が上がるはずですよ。百聞は一見にしかず。とりあえず、テスト環境で一度試してみてください。きっとイメージが変わるはずです。穏やかに言いながらも、はっきりとした口調で反論する俺に、少し反発の目を向ける社員もいた。それでも、俺は構わず前に踏み出す。それに、このシステムを導入しようと言い出したのは、水木社長だけじゃなく、俺も技術者として本気で提案しているんです。お互い会社を良くするためにベストを尽くそうとしてます。新しい方法が全ていいとは言いません。でも、すでに限界を迎えてる部分もあるのは、皆さんだってわかってるはずでしょ。一部の社員たちが互いに目を合わせ、少し言葉を失う。その隙をつくように、水木も前に出た。もちろん、私にまだ足りないところがあるのは自覚しています。若くて経験も浅いと見られるのは仕方ありません。でも、だからこそ、私は皆さんの力が必要だと思っています。お願いです。どうか、もう少し協力してもらえませんか？水木は頭を下げたまま、真剣な眼差しを向ける。前までの彼女なら、こんな風に自分の弱さを見せることをためらっていたかもしれない。それだけ切羽詰まっているのだと、周囲も感じ取ったようだった。そんな社長の姿を見た社員の一人が、しぶしぶといった様子で手を挙げる。じゃあ、試しにやってみるよ。どうせこのままだと在庫もダブついてるし、先月だって大口取引を他社に取られて痛い目見たばかりだからな。他の社員もそれに続き、少しずつ同意の声が上がる。最初はいぶかしむように見ていた人たちも、とにかくやってみようと意を決した雰囲気だ。水木も安堵の表情を浮かべ、俺に微笑みかけた。ありがとう、真壁さん。あなたが言ってくれなかったら、私一人じゃどうにもならなかったわ。いえ、社長がちゃんと前に出て声をかけてくれたからですよ。俺はただ、横から少し手伝っただけです。そう言いながら、俺は再び端末を操作して、在庫管理モジュールの初期設定を説明する。まだ不満げな社員もいたが、実際にシステムにデータを入れ始めると、その便利さに目を見張るものが増えていった。これでリアルタイムに在庫数量がわかるのか？以前の表計算ソフトよりもだいぶ早いな。重複チェックも自動でやってくれるのか？次第に驚きと好奇心が社員たちの表情を変えていく。その反応を見守りながら、俺は少しほっとした。かくして、俺の技術は少しずつ社内で認められていき、同時に水木も、これだけ大きな変革に挑戦する若い社長として、社員たちから一目置かれ始めている。冒頭で抱いていた不信感が和らいでいくにつれ、会社全体の空気が微妙にだが確実に好転していくのを感じた。よし、まずは在庫と受注を一本化する段階に入ります。皆さん手間はかかりますが、今が踏ん張り時です。よろしくお願いします。俺がそう声を張り上げると、水木もうなずきながら自分の手元の端末に向き直る。まだまだ課題は山積みだ。だが、若い女性社長だというだけで馬鹿にされていた彼女が、今やみんなをしっかりまとめ上げている。俺はそんな水木の姿を一別して、かすかに微笑んだ。不意に水木がこちらに視線を向け、かすかに礼を言うように首を下げた。そこには確かな感謝の気持ちと、前を向いて進もうとする意志が現れている。俺は、どういたしましてと軽く口を動かし、再び作業に没頭する。小さな会社と侮られていた桜テックは、俺たちの地道な取り組みの甲斐あって、少しずつ、しかし確実に前へ進んでいた。導入した一元管理システムは稼働が安定し、在庫や受注処理の効率化によって、取引先からの評価も上々だ。新規の取引話もちらほら入り始め、社内はこれまでにない活気に包まれつつある。いやー、若い社長が大なた振るったと聞いてたけど、まさかこんなに早く結果が出るとは思わなかったよ。真壁さんのおかげで、うちの部署の事務処理は随分楽になりました。あのシステム、かなり使い勝手いいですね。社内のあちこちから感謝の声が聞こえ、業務改善の成果が数字に現れるようになると、自然と水木に対する社員の視線が変わっていった。若い女社長だと思って馬鹿にして悪かった。と、頭を下げる者も多い。彼女も最初は戸惑っていたが、徐々に堂々と振る舞えるようになり、照れながらも毅然とした笑みを浮かべている。その姿を見ていると、俺は改めて水木という社長に秘められた真の強さを感じずにはいられなかった。そんなある日の夕方、新システムの運用レポートをまとめ終えた俺は、休憩がてら社長室を訪ねた。
デスクの上で書類を整理している水木の横顔には、まだ少し疲れが色濃く見える。今日はもう上がりますか？最近はずっと残業続きですよね。そう声をかけると、水木は書類を重ねたまま手を止め、軽くため息をついた。そうよね。父が倒れた時もそうだったけど、もし私まで倒れちゃったら、そうだわ。いっそのこと、あなたに社長を代わってもらおうかしら。水木が軽い調子で口にしたその言葉に、俺は思わず息を飲む。冗談やめてくださいよ。おかしなこと言わないでください。ごめんなさい。言うだけならただでしょ。でも本当に、あなたがいなかったら今頃どうなっていたかって思うのよ。私よりよっぽどしっかり会社を動かしてくれそうだもの。水木は書類をどかして机に肘をつき、やや上目遣いに俺を見やる。先ほどまでの若い社長としての厳粛さとは打って変わって、どこかほっと肩の力を抜いた素の表情がそこにあった。俺はまだ動揺を引きずりながら、なんとか言葉を返す。さすがに社長なんて柄じゃないですよ。そうかしら。でも、あなたならちゃんとやり遂げられそうだけどな。小首をかしげ、からかうように笑った水木は、すぐに真剣な顔へと戻る。そして、少しためらうように言葉を続けた。ところで、真壁くん、あなたどうしてうちみたいな会社に来たの？優秀だって噂は聞いてるし、実際にこれだけのシステム開発の腕を見せてもらったら、なるほどって思うわ。けど、左遷されてきたっていう話が出てるのは、何か理由があるんでしょ？彼女の瞳は、詮索や好奇心というよりも、ちゃんと知っておきたいという誠実な思いで揺れているように見えた。それが伝わったからか、俺は自然と隠さずに打ち明けようと思えた。自分でもはっきりとはわからないんです。大きなミスをした覚えはなくて、むしろ成果を出してきたと思っていたんですが、ある日突然本社から別の会社へ行ってくれって言われて、いや、もっと直接的に言えば、お前はいらないみたいなことを言われたんです。声に出してみると、改めて胸の奥がチクリと痛む。信じていた友人だったはずなのに、冷たく突き放されて、正直まだ整理がつかないんです。あれも自分が至らなかったせいなのか、それとも。そこで言葉を切ると、水木がわずかに目を伏せる。彼女はデスクの縁を指先でなぞりながら、ぽつりとつぶやいた。それって、社長の息子さんのこと？思わずドキリとしてしまう。まさか、その名前をここで出されるとは思っていなかったからだ。俺が思わず黙り込むと、水木は少しだけ申し訳なさそうな表情で続けた。ごめんなさい。あらかじめどんな人がうちに来るのか調べさせてもらってたの。やっぱり私としても会社を預かる身だし、来てくれる人がどんな経歴や実績を持ってるのか把握しておきたくて。いえ、いいんです。隠すようなことでもないですから。そうです。アリス川グループの寮です。もともとは学生時代からの友人で、立場が違ってもお互いを尊重し合えてる。そう思ってたんですけど。自重気味な笑みを浮かべながら言葉を継ぐ。今でも、亮が態度を急に変えた理由は、はっきりとはわからない。彼なりの事情があったのかもしれないが、俺の方はその変化に追いつけず、ただ戸惑うばかりだった。あいつは、ああいう立場にいながらも、俺なんかに寄り添ってくれて、一緒に将来を語り合った仲なんです。社長霊族でお坊ちゃんって感じだけど、子供の頃はそんなのを感じさせないくらい、純粋にプログラムや IT の未来を夢中で話して、だからこそ、いきなり手のひらを返されたみたいに、冷たく当たられると、正直まだ整理がつかなくて、気づけば言葉がどこか詰まっていた。昔の思い出と今の現実が噛み合わず、苦い感情だけが胸に残る。ふと視線を上げると、水木は真剣な眼差しをこちらに向けていた。立場が人を変えてしまうことってあると思う。そう切り出した彼女の声は低く、どこか達観した響きを帯びていた。同じ社長の子という立場、しかも急に父が倒れ、自分が会社を背負うことになった身だからこそ思うところがあるのだろう。私だって最初は社長の娘ってだけで周りから特別扱いされたり、あるいはただのお飾りだって言われたり、いろいろな目で見られてきたわ。でも環境が変われば人間だって少なからず変わらざるを得ない。良くも悪くもどこかで責任を盾にしないと自分を保てなくなることがあるの。その言葉には確かな重みがあった。周りからの評価や不安をすべて背負い込み、それでも自分なりに答えを出そうとする。そんな苦労を経てきたからこそ、
言えることなのだろでも、だからといって、昔の夢や関係をなかったことにするのは、きっと違うよね。う。水木が小さく笑みを浮かべると、俺は何とも言えない気持ちになった。亮が変わった理由が、もしも責任や立場ゆえの焦りだったのだとしたら、完全には責めきれない気もする。まあ、私は彼の事情を詳しく知らないから、無責任なことは言えないわ。ただ、もし立場による重圧や嫉妬心が理由で、彼があなたを遠ざけているなら、それはきっと虚しいことだと思う。大切だったはずの人を手放してまで得たいものがあるのかどうか。最後にそうつぶやき、少し寂しそうに視線を落とす水木。そうですね。けど、今は俺にできることをやるだけです。もう一度あいつと語り合える日は来るのかどうか。正直わからないけど、少なくともここで水木さんたちと一緒に会社を支えていく道を俺は選んでるつもりなので、その言葉に水木は少し黙った後、静かにうなずいた。ありがとう。あなたがそう言ってくれるだけで、私は十分心強いわ。もう一度彼と話し合える機会があるといいわね。もしできるのなら、あなたの気持ちもちゃんと伝えた方がいいと思うし。俺は少し目を伏せて力なく笑う。そうですね。いつかまた話せる機会があればいいんですけど、その日の会話はどこか胸に残るものがあった。水木は親身に俺の気持ちを理解しようとしてくれているし、そんな彼女が本当に頼もしい。しかし、心の中で抱えた複雑な感情は簡単には解けない。亮との関係がどうなっていくのか、その答えが見えるまではまだ時間がかかるのだろう。その日はそのまま帰ることにした。帰り道、ぼんやりとした気持ちで歩きながら、ふと、亮との関係がどうなるのか考えていた。そして思いがけず、その答えを出す機会がすぐに訪れた。翌日会社に出勤すると、急に訪問客があるという連絡を受ける。受付のスタッフからアリス川さんが来ていると聞き、驚きながらもすぐに応接室に向かうと、そこには亮が立っていた。亮。俺が声をかけると、亮はすぐに振り向き、少し険しい表情を浮かべながら言葉を紡ぎ始めた。お前、ここでうまくやってるそうじゃないか。俺は少し驚きながらも淡々と答える。おかげさまで。水木さんやみんなのおかげで楽しくやってるよ。亮は軽く息を吐きながら、わずかに目を細めた。そうか。じゃあ用済みってことか。亮の冷たそうな眼差しを受けながら、俺はぐっと唇を噛んだ。なんだよいきなり。用済みってどういうことだ。問いかけると、亮はまるで面倒そうに視線をそらす。だから、お前がここでやることはもう終わったって言ってんだよ。桜テックなんて小さい会社の立て直しにずっと張り付いてる必要はないだろ。新システムとやらも軌道に乗ったんだろ。だったら本社に戻ってこい。その言葉に胸の奥がざわつく。なんで急にそんなことを。もともと、俺を無理やりここへ飛ばしたのはお前じゃないか。それで今度は勝手に戻れって。あんまりだろ。遠慮ない言い方になってしまったが、どうしても納得がいかなかった。亮は相変わらず平然とした顔をしている。勝手？はは、ずいぶん偉そうに言うじゃないか。望んで本社から飛ばされたわけじゃないんだろ。てっきりお前なら、少しでも早くあの大きな舞台に戻りたいと思ってるかと思ったが。そりゃ最初は、なんでここに異動になったのかって頭が混乱してたさ。でもこっちで仕事をしてるうちに俺は、言いかけたところで、亮があざけるように口元を歪める。やりたいことが見つかった？この小さな会社で。おいおい、お前の夢はそんなにちっぽけなのか？俺は拳を強く握りしめ、亮の視線を真正面から受け止める。確かに、桜テックは本社から見れば小さい会社かもしれない。でもな、ここには俺が必要とされる場所がある。何かを変えようと懸命に食らいついてる人たちがいて、その人たちのために俺の技術を注げる居場所があるんだ。俺がやってきたことが直接役に立つのを実感できる。それって、すごく大事なことだろう。はっ、立派なこと言うね。だけどお前、一度は大きな舞台で勝負したいとか言ってなかったか？そんな田舎の中小企業に引きこもってるだけじゃ、結局は自己満足に過ぎないんじゃないのか？自己満足かどうかは、俺が決めることだ。確かに、大きなプロジェクトで成果を上げることは、エンジニアとしての醍醐味だって思ってたよ。でも、それだけが夢じゃない。俺が書いたシステムで誰かの仕事がうまく回るなら、そしてそれが会社を救うきっかけになるなら、それって最高にやりがいがある仕事だろう。大企業だろうが、
小さな会社だろうが、作るものは同じなんだよ。結局は人の役に立つかどうか、それ以上に大事なことってあるのか？言い放った瞬間、亮はわずかに目を見開いた。突き放すような視線が変わったわけではないが、ほんの一瞬、表情が揺れた気がした。相変わらず理想ばっかりの綺麗事だな。一泊置いて帰ってきた言葉は、やはり冷たいものだった。だが、どこか躊躇を感じるのは気のせいじゃない。お前が思うほど、綺麗事だけで回る世界じゃないのは俺もわかってるよ。でも、そうやって損得とか、会社の規模とかばかり優先してたら、人を大事にする心はどこへ行くんだ？俺はもう、そういうやり方に振り回されるのはごめんだ。自分が本当にやりたいことがあって、それに共感してくれる仲間がいるなら、俺はここに残る。それだけだ。俺が言い終わると、応接室のドアがノックされる。続いてスッと扉が開き、そこに水木が姿を現した。彼女は亮の存在を認めると、一瞬だけ驚いた表情を浮かべてから、すぐに落ち着きを取り戻す。失礼。お客様と聞きましたが、もしかしてアリス川本社の方ですか？水木の毅然とした声が静まりかけていた空気を揺らした。亮はその声に反応するように振り返り、少しだけ表情を引き締める。こちらこそ、急に押しかけて申し訳ない。アリス川グループ本社のアリス川亮です。互いに軽く会釈を交わす。水木はそんな亮の態度をしっかりと見据えながら、言葉を選ぶように口を開いた。うちの真壁さんに何かご用件があるようですね。けれど、今は、桜テックの改革が大事な局面で、彼は欠かせない存在です。勝手に連れ戻そうとされるのは困ります。きっぱりと言い放つ水木の姿に、俺は内心驚く。社長としてのオーラが前に出ていて、まるで少し前までの不安げな表情が嘘みたいだ。亮もその気迫に少しだけ視線をそらす。ああ、そうか。けど、もともとうちの社員だってことを忘れるな。戻すかどうかを決める権利は会社側にある。皮肉っぽい笑みを浮かべる亮に対し、水木はゆっくり首を振る。私たちがアリス川グループの傘下にあることは事実です。でも、彼の意思も尊重していただきたい。ここで頑張りたいという本人の気持ちを無視して、大きな権力で押し切ろうとするのは、正直、あまりいいやり方とは思いません。亮はその言葉に明らかに眉を潜めた。そうですか。後悔しても知らないからな。亮がそう言い残すと、きびすを返して、さっさと応接室を出ていく。扉が閉まる音が妙に大きく響き、俺は思わず軽く息を吐いた。肩に乗っていた重圧が一気に緩み、身を支える力が抜けていくようだった。すると、その様子を見ていた水木が、そっとこちらに歩み寄ってきた。大丈夫？そう声をかける水木の手が、俺の腕に触れる。その指先が震えているのが分かった。すぐに水木はハッとして手を離し、申し訳なさそうに目を伏せる。ごめんなさい。あなたが本社に行っちゃうかもって思ったら、思わず、情けないわね。私、またあの頃の何もできない自分に戻っちゃうんじゃないかって怖くなったの。あの頃、父親が倒れて、経営が一気に傾きかけた桜テック。社長に就任したばかりで、彼女は不安と焦りに押しつぶされそうだった。重責に耐えながら、懸命に立ち向かってきた水木の姿が脳裏に浮かぶ。そんな彼女が、ここまで不安を口にするなんて、よほど追い詰められていたんだろう。水木さん。俺は、彼女を安心させるように、ゆっくりと口を開く。大丈夫です。俺はここに残ります。もし本社が強引に呼び戻そうとするなら、会社を辞めることになっても、俺は桜テックにいる。そう告げると、水木は驚いたように目を見開いた。次の瞬間、ぐっと唇を噛んで、小さく震える声を漏らす。そこまで言ってくれるの？俺が深くうなずくと、水木は耐えきれないように瞳を潤ませた。そして、小さく鼻をすすりながら言葉を紡ぐ。ありがとう。本当にありがとう。私も頑張るね。涙をこぼす水木を見て、胸が締め付けられる思いがした。だけど同時に、俺は確かな決意をかみしめる。ここで成し遂げることは、ただ左遷先を生き延びるためじゃなくて、俺自身が選んだ新しい夢や居場所のためなのだと。それから数日後、桜テックは一見すると順調に見えたものの、グループ本社からの理不尽な横やりが相次ぎ、経営が再び傾きかける危険が生じていた。ここまであからさまだと、いくらなんでもわかりやすすぎますね。そうつぶやいて、書類に目をやる俺の横で、水木も険しい顔で同意する。間違いないわ。これきっと、
アリス川さんが裏で手を回しているのよ。今まで好条件で受注していた案件が突然白紙になった。しかも、協力工場との契約見直しや不利な取引条件の強要といった話が一方的に通告されてくる。まるでこれ見よがしに桜テックの経営を揺るがせる攻撃が立て続けにやってきている。たとえ偶然だと言い張られたとしても、不自然すぎる状況は否定できない。むしろ、こうも露骨に嫌がらせを浴びせられると、疑うなという方が無理があるくらいだ。ある朝、管理部のベテラン社員が眉間にシワを寄せながら書類に目を落とす。取引先の一つも、グループ内の別会社との契約を優先するように言われたってぼやいてました。今はなんとか話を繋いでますけど、このままだと取引量が減って、また赤字に転落しかねません。水木もその話を聞いて、大きくため息をついた。父の時代からの付き合いで続いていたお客様なのに、こうも急に。でも弱気になっている場合じゃないわよね。その言葉をきっかけに、社員たちはじっと視線を交わし合う。心配そうな面持ちで、けれどどこか闘志を宿した眼差しがオフィスに広がっていく。すると、一人の若い社員が口を開いた。大丈夫っすよ、社長。こんなのどうってことないっす。俺聞いちゃったんですよ。真壁さんの覚悟。彼がそう言うと、他の社員たちの視線が一斉にこちらへ向かう。そうそう。本社に戻れって言われても、絶対にうちに残るって。会社を辞めることになったって構わないって、そこまで言い切ったんだろ。俺もその話を耳にして胸が熱くなったんだ。技術者のエースがそう言ってくれてるのに、俺たちがくじけるわけにはいかないって。みんなの視線が一層真剣味を帯びる。水木も驚いたように目を瞬かせながら、それでもすぐに笑みをこぼした。本当頼もしいわ。真壁さん。あなたの言葉がこんなにも社員のみんなを鼓舞してるのよ。俺は照れくさそうに頬をかきながら軽く首を振る。いや、俺こそみんなに支えられてます。だから絶対に諦めない。たとえ大企業の圧力があったって、桜テックを盛り上げる方法はいくらでもあります。すると、管理部の社員が新しい書類を差し出しながら意気込んだ。ちょうどここ数日で新規の取引先候補から打診が入ってるんです。グループ外の会社でこれまで取引したことはないんですが、在庫管理の評判を聞いて興味を持ってくれたみたいで。もし契約がうまくいけば、今まで以上に幅広い受注が見込めるわね。よし、すぐにアポイントを取りましょう。立ち上がった水木に続き、営業担当や管理担当の社員たちが次々と行動を始める。その姿は以前のなんとなく空気が沈んでいた会社とはまるで別物だった。前を向き、一丸となって進もうとする意志がオフィス中にみなぎっている。そこから先の数日はまるで嵐のような忙しさだった。水木は自ら新規取引先を訪れ、今の桜テックが誠実に、そして確かな技術力で勝負しようとしていることを熱心に説く。俺も必要に応じて同席し、システム導入やサポート体制について細かくプレゼンを行った。最初は半信半疑だった相手も、実際の運用デモや社員たちの活気ある姿を見て前向きな反応を示し始める。いやー、なるほど。御社が導入している新システム、なかなか画期的ですね。小回りが利くし、サポートもしっかりしてくれそうだ。そう言って笑みを浮かべる取引先の担当者の言葉に、水木も思わず笑顔で応じる。少なくとも、ここ数日の努力が実を結びつつあるのは確かなようだ。社内では連日残業が続いたが、誰もが疲れの中にも前向きなエネルギーを保っていた。時折雑談の中で、こんなに忙しいのに妙に楽しいよな。うちの会社もまだまだ捨てたもんじゃない。なんて声が聞こえてくる。そんな活気がさらにプラスの連鎖を生み、本社からの横やりで揺らいでいた取引先との関係もなんとか継続に持ち込むことに成功する。こうして桜テックはわずかながらも踏ん張りを見せ、再び赤字に転落する寸前でなんとか持ちこたえた。その日の午後、急ぎの会議を終えて社長室に戻った水木は、やや疲れた表情ながらも晴れやかな笑みを浮かべている。一時はどうなるかと思ったけど、みんなの頑張りで持ち直すことができたわね。真壁さん、本当にありがとう。俺は軽く肩をすくめながら、笑顔で答える。いえ、俺一人の力じゃありません。桜テックには会社を守りたいって思う人がこんなにもいた。それが何よりの力ですよ。外からはまだ社員たちの賑やかな声が聞こえる。グループ本社の圧力や理不尽な仕打ちはこれから先もあるかもしれない。だけど、もう誰も下を向いてはいない。俺自身もここでならどんな逆境にだって立ち向かえると確信できた。
さあ、こっからが本当の勝負ですね。俺はデスクに手をかけて微笑む。水木もうなずき、凛とした眼差しをこちらに向けた。まだやるべきことは山ほどあるけど、あなたとみんながいれば大丈夫。絶対に乗り越えてみせましょう。そう誓うように言い合うと、二人して、再び忙しくなるオフィスへと足を踏み出した。ここが俺たちの居場所、そう信じて。桜テックで日々の業務を進め、ようやく安定した利益と社内の結束を得始めたある日のこと、オフィスに一本の緊急連絡が入った。大変です。本社でとんでもないシステム障害が起こったみたいで。焦燥を帯びた社員の声に、水木や他のメンバーも顔を見合わせる。何があったと尋ねると、帰ってきたのは信じがたい内容だった。なんと、アリス川グループ全体の基幹システムに深刻なトラブルが発生し、会計情報や大手取引先の受注データがクラッシュ寸前らしい。もし完全に破損したら、グループ全体で膨大な損害を被るのは避けられない。さらには、取引先からの信用問題にまで発展しかねない状況だという。せっかくみんなで踏ん張って、ようやく軌道に乗り始めたのに、このままじゃうちも本社の混乱に巻き込まれて、共倒れになりかねないわ。桜テックの社員たちもざわつき始める。ここで会社が再び赤字の泥沼にはまったら、せっかく取り戻したやる気や取引先との関係がまたゼロに逆戻りだ。焦燥をにじませた社員たちが次々と口を開き、不安を口にしていた。そんな光景を一別した後、俺はデスクに置いてあったジャケットを手に取る。行ってきます。唐突な宣言に周りの視線が一斉にこちらへ注がれる。立ち上がった俺を見て、水木がわずかに目を見開いた。真壁さん、本社に行くつもりなの？どこか心細げな声で問う彼女に、俺は確信めいた笑みを浮かべてうなずく。向こうで何が起きてるのか、実際に見て対応しないと。すると、別の社員が遠慮がちに口を挟んだ。でも、本社に乗り込むなんて大丈夫なんですか？いろいろ事情もあるんですよね。社員たちは不安そうな表情で互いに目を見合わせる。それに対して、俺は落ち着いた口調で答えた。大丈夫だよ。だって、俺の言葉を聞いて、周りの社員たちが一斉に息を飲んだ。本当ですか？すぐに戻ってきますから、安心して待っててください。それだけ言い残すと、俺は自分のスマホとノート PC を手に取って身支度を整える。俺は意を決してオフィスを後にした。本社へ到着すると、そこはまさに修羅場だった。サーバールームやデータセンターは混乱の極みにあり、行き交う社員たちがパニックに陥っている。怒鳴り声や電話の呼び出し音が絶えず響き、要領を得ないまま右往左往するスタッフたち。さらに奥へ進むと、慌ただしく指示を出している人影があった。見覚えのある後ろ姿。亮だ。息を切らしながらサーバールームに駆け込んだ俺の視界に、赤い非常灯の明滅とエラーの警告音が飛び込んでくる。胸をつくような焦燥感に背中を押されるまま、思わず声を上げた。亮、一体何が起きてるんだ？そこには、険しい表情を浮かべたまま、コンソールを操作している亮の姿があった。血走った瞳で振り向くと、彼は俺に向けて吐き捨てるように言う。お前か？お前はもうここには来ないんじゃなかったのか？余計なことをするな。鋭い拒絶の言葉が、まるで凶器のように突き刺さる。亮の怒声を浴びた瞬間、心臓がギュッと締め付けられるような息苦しさを覚えた。でも、今は立ち止まってる場合じゃない。ここで尻込みしていたら、一瞬で全てが崩れてしまう。そんな俺のもとへ、システム部の社員が駆け寄ってきた。顔は青ざめ、まるで火事場を駆け回るような悲鳴を上げる。真壁さん、今すぐ助けてくれませんか？亮さんがグループのシステムに勝手にあなたのプログラムを組み込んで、強引に改変を進めたせいで、不具合が止まらないんです。まさか、そこまでやられているとは思わなかった。俺が本社を去るときに感じていた嫌な予感が最悪の形で現実になっていたのだ。システムを勝手にコピーして流用された。実は、そのプログラムは俺が独自に開発した暗号技術を組み込んでいて、保守管理の手続きも複雑な仕組みだったのだ。なのにそれを無視して急増の改変をしたのだから、そりゃ不具合が続出するのも無理はない。懸命に状況を説明するシステム部員の横で、亮が苛立ち紛れに声を張り上げる。うるさい！ここまでやったのに、今更後戻りなんかできるか？俺だってグループを効率化しようと思って。その言い分には焦りと苛立ちが絡みついていた。亮、このままだと本当にまずい。最悪の場合、グループ全体の信用が崩れる。お前が守ろうとしてる会社すら危うくなるぞ。
俺がそう静かに諭すと、亮は苦しそうに唇を噛み、視線を落とした。やがて、まるで息を飲み込むような沈黙の後、ついに亮が頭を下げる。頼む、助けてくれ。弱々しくうつむく亮の姿に、どこか昔の面影がよぎる。今の彼には、もう誇りも、後ろ盾も残っていない。ただ、懸命に会社を救おうと、もがいている。その気持ちは嘘じゃないだろう。俺はぐっと息を飲み込んで、サーバーラックを見上げながら意を消した。わかった。今は復旧が最優先だ。ただし、そのためにはマスターキーが必要だ。その言葉を聞いた周囲の社員たちは、マスターキーと首をかしげ、亮も驚いたように目を見開く。お前、あの暗号化の根幹を握ってるキーを、まだ持ってたのか？当然だ。あれは俺が独自に開発した暗号技術で、特許も全部俺個人の名義だよ。そもそも、俺の許可なしに使うのが間違いなんだ。周囲が騒然とするのがわかる。改めて言葉にすることで、このシステムの真の所有者が俺だと知り、みんながはっきり認識したのだろう。亮は悔しそうに唇を噛み黙り込んだ。よし。今から本番環境を部分的に止めつつ、暗号の最深部にアクセスする。みんなは俺の合図でサーバーを切り替えてくれ。そう言って、専用端末にマスターキーのセキュリティ認証を走らせると、これまでブラックボックスだった領域が一気に解放される。同時に奥深くで暴走していたバグが次々と浮かび上がってきた。すげえ！一瞬で原因箇所が一覧表示されてる。どうなってるんだ？周囲のシステム部員たちがどよめく声を上げる。だが、俺は慣れた手つきで浮かび上がったエラーを片っ端から修正パッチで潰していく。自分が作り上げたシステムの構造なら誰よりも早く正確に理解できる。それこそが今の俺の強みだ。複製の時の改変が相当無茶苦茶だな。よし、これでエラー群の半分は落ち着くはず。残りは、社員の誰もがあとどれくらいだと焦燥をあらわにする。けれど、俺は微動だにせずキーボードを叩き続ける。幼い頃からプログラムを愛してきた。信頼してきた。今こそ人生をかけて学んできたその全てを発揮する時だ。そうして数十分ほど経った頃、最終的な修正プログラムをサーバーにアップし、再稼働させる。警告音が徐々に静まっていき、モニターに溢れていたエラーもスルスルと消えていく。すべてのシステムは正常に稼働中。メイン画面にそう表示された時、誰かがやったと叫んだ。復旧完了。ログインの再試行を頼む。俺がそう声を上げると、待機していた部員たちが一斉にキーボードを叩き始める。瞬く間に真っ赤だったステータス画面は正常稼働のグリーンへ切り替わった。あちこちで接続成功の声が上がり、サーバー室全体が歓声と拍手に包まれる。助かった！これでグループ全体の会計も取引データも守られます。その場にいた人々はまるで奇跡でも見たかのように安堵し、口々に感謝を述べてくる。ふと視線をずらすと、亮がポツンと立ち尽くしているのが見えた。何かを言いかけるわけでもなく、ただ黙って俺を見つめている。亮。思わず呼びかけると、彼は小さく息を飲んだ後、絞り出すように言う。すまなかった。お前を左遷した挙句、システムを勝手に拝借して、最低だよな、俺は。だけどどうしても結果が欲しかったんだ。お前が会社で結果を出すようになって、親父までお前を評価し始めてさ、周りがどんどんお前ばっかり見るようになって、俺は結果を出せない自分に焦ってしまった。俺だってできるって証明したかったんだよ。だけど、こんなやり方しか思いつかなかった。亮は自重するように肩を落とし、歯を食いしばる。かつては同じ夢を語り合ったはずの友人が、こんなに追い詰められていたなんて、胸の奥が痛む。亮。俺は一歩近づき、彼の背を支えるように手を置いた。震える彼の腕に、かつての誇り高き姿はもうない。だからこそ、俺ははっきりと言わなければならなかった。バカ野郎。お前がいたからこそ、今の俺があるんだよ。学生の頃、俺が世界を変えるプログラムを作るんだって、大口叩いた時も、お前だけは本気で、笑わずに応援してくれたろ。あの頃、お前がどんなに力になってくれたか、俺は今でも忘れてない。言葉を伝えながら、思わず、俺の目にも涙が浮かぶ。亮はうつむいたまま、かすかに首を振った。俺なんかが、お前の力になってたのか。当たり前だろ。あの時お前が背中を押してくれたから、俺は絶対に成功してやるって思えたんだ。今度は俺の番だよ。お前が立ち直るための手伝いなら、いくらでもやる。だから一人で抱え込むな。亮は声も出せないまま、ぎゅっと唇を噛み締めている。
悔しさと安堵が入り混じったような表情だった。俺はそっと亮の肩を叩き、そして微笑んだ。友達だったからこそ、道を踏み外しそうな時は支え合う。それが俺たちの関係だったはずだ。結果的に本社システムの復旧は間に合った。アリス川グループは倒産の危機を免れ、取引先や金融機関への対応もギリギリのところでなんとか乗り切った。そしてエンジニアの真壁がいなければ、この危機は乗り越えられなかったという事実が社内外に知れ渡り、上層部や社員たちは俺の持つ特許や暗号化技術の価値を改めて痛感することになった。一方で、今回の騒動を引き起こした張本人である亮は、グループ全体から厳しい叱責を受けることになる。勝手なシステムの改変が引き金となり、大切な取引先や銀行との関係さえ危うく仕掛けたのだ。何を考えていたのかと問い詰められれば、彼はうなだれるしかない。社長の息子という立場ですら、今回ばかりは盾にならなかった。亮は経営会議の場で正式に謝罪し、当面は管理職から外れる処分を下される。それまで付き従っていた部下たちも配置換えになり、一からやり直しを迫られることになった。もともと彼は有能な社員を差し置いて、社長の息子という肩書きだけで特別視されていた部分もあり、周囲からの風当たりは強い。だが、亮自身も今回の独断の失敗で思い知ったのだろう。責任と覚悟を持たずに成果だけを急いでも本当の意味で会社を動かすことはできない。とはいえ、亮が全く再起不能になったわけではない。見かねた一部の上層部は公正のチャンスを与えたいという意向を示し、彼に新たな仕事の場を用意していた。そこは大規模プロジェクトから少し距離を置きつつも、グループの要となるシステム連携を担う部署で、名前こそ地味なものの、会社の根幹を支える重要なセクションだった。亮が正式に異動の辞令を受けた日の夕方、俺と亮は本社ビルのエントランスホールで顔を合わせていた。手続きでバタバタしているのか、亮の顔にはまだ疲れが滲んでいる。それでも、どこか吹っ切れたような表情に見えた。新しく立ち上げる部門に行くことになったよ。社内システム連携推進課とかいう長ったらしい名前だけど、要するに、新たな基幹システムを社内外で調整していく仕事らしい。自分で言うのもなんだけど、今の俺にちょうどいい再出発かな。亮は苦笑いを浮かべ、背伸びをしながら言う。見れば、書類の束を抱えたまま、ほっと息をついたようにも見える。そうか、いいスタートじゃないか。焦らず。まずは地道に信頼を取り戻すことから始めたらいい。亮ならきっとできるよ。俺はそう言って、彼の肩を軽く叩く。すると亮は、少し視線を落としてから、意を決したようにこちらを見返した。ありがとう。正直言うと怖いんだ。失敗を重ねた俺に、もう部下も上司も期待してないんじゃないかって。それでも、今回だけは、俺がやりましたって胸張れる成果を出したいんだよ。今度はちゃんと正面から努力して。そう言いながら、亮は唇を噛む。大丈夫だよ。少なくとも、俺はお前のことちゃんと見てる。何かあったら協力するし、また相談しろよ。そっちの部署の仕事、やりがいありそうだろ。俺が笑うと、亮は少しだけほっとした顔をした。ああ、社内の基幹システムをまとめ上げて、部署間の調整をスムーズにして、全体の効率を底上げする。やりがいあるよな。下手をすれば、今回みたいに大問題になるかもしれないし、失敗はもうこりごりだけどな。そういう彼の声には、前とは違う決意の色が滲んでいた。まあ、遠回りした分だけ、人の痛みもわかるだろ。お前なら、同じミスは繰り返さないさ。そう返すと、亮はすっと表情を和らげる。ありがとな、そうた。お前がいなきゃ、本当に、今頃どうなってたかわからない。絶対に今度こそは、結果を出してみせるよ。亮はそう言って、書類を持ち直し、大きく息を吸い込んだ。新たな環境、新たな任務。今回の失敗で痛感した責任をバネに、亮は本当の意味で、やり直す覚悟を固めたのだろう。まだ険しい道かもしれないが、彼が一歩ずつ歩んでいくのを、俺はそっと見守りたいと思った。そして、システムの引き継ぎを終えた数日後、俺が桜テックへ戻ると、まるで英雄を迎えるように、社員たちが出迎えてくれた。真壁さん、お帰りなさい。本当にありがとうございます。と、口々に声をかけられ、正直少し照れくさい。ところが、そんな盛り上がりの中で、水木だけは遠慮がちにこちらを見ていて、少し浮かない表情をしているようだった。社内がすっかり落ち着いた頃、俺は水木に呼ばれて、二人きりで話すことになった。ごめんなさい。嬉しいはずなのに、どうしても素直に喜べなくて、
小さな会議室で向かい合う水木は、どこか寂しそうな目をしていた。あなたが本当にすごい人だってことは最初から分かってた。でも、ここまでとは思ってなかった。正直、あなたならもっと大きな舞台でもっと活躍できる。だから、ここにいるべきじゃないんじゃないかって思うの。寂しいけど、あなたがいなくても私たち頑張っていくから。彼女の言葉を聞いた瞬間、胸がぎゅっと締め付けられた。何勝手なこと言ってるんですか、水木さん。俺はこれからも桜テックで働きますよ。そう言うと、水木の瞳が大きく見開かれる。でも、本社の方から戻ってきてほしいって、社長が直々に頭を下げたって聞いたわ。あなたほどの人なら、それこそ正社員どころか役員待遇だって。それは本当です。確かに、本社でうちのために仕事をしてくれって頼まれたし、俺に頭を下げてくれました。でも、俺は、桜テックの一員としてなら、協力しますって返事したんです。これからもここで頑張るつもりですよ。だから安心してください。水木は思わず息を飲んだ後、うっすらと目に涙を浮かべる。そっか、よかった。本当は社長として優秀な人材を確保できるのは嬉しいんだけど、そうじゃなくて、あなたとこれからも一緒にいられるって思ったら、それだけで胸がいっぱいになっちゃって、ごめんなさい。公私混同しちゃってるわね。いいえ、むしろ俺も同じ気持ちですから、あなたと同じ場所で働けるのが一番の幸せなんですよ。その言葉に水木の涙がポロリとこぼれる。恥ずかしそうに笑いながら、彼女はそっと目元を拭った。ありがとう。これからもよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。桜テックを大きくしていくのも、あなたを支えるのも、全部俺の目標ですから。そうして俺たちは、互いの思いを確かめ合うように、静かに手を握り合った。その後、桜テックは売り上げを伸ばし、会社としての存在感もみるみるうちに高まっていく。社内には活気があふれ、仲間同士の信頼関係もさらに深まった。これからも、俺は自分の技術と情熱を信じ、そして隣にいる仲間たちと共に成長し続けたいと思う。今こそ、誰かを支えるシステムを作りたいと願っていた。あの頃の夢を形にする時だ。桜テックも俺自身も、まだまだこれからが本番。そう確信できる未来を、これからも、水木と仲間と共に一緒に築いていく。